はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、先日お預かりしていた竹の平猿がきれいに修理が出来上がりました。実はですね、このタイプの竹猿というのはね、こういった角猿はじめ丸猿、あるいは楕円もあったのかな、いろんな大きさがね結構あって、昔はこういうのたくさんね製造されてたんですよね。でちょっとこの縁がこういった当て縁になってですね、ところどころ塔に巻いて、一番特徴的なのがここですね。竹の根っこをねワンポイントに使って仕上げられています。今見ると結構いい飴色に変わってるんですが、本来は真っ白い白竹で作られてます。裏もどうですかこれ竹ひごをね表皮を剥いだこの竹の実の部分っていうのはまた変色がまたかなりね美しい色合いになっているので、ちょっと分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、綺麗な感じになってますよね。お客様のお母様が大事に使われていたということで、そういったお母様の思い出とともにぜひ直して長くこれからも使っていきたいと。こういった編み方横編みっていうんですけど、この編み込みの縁の部分が大きく壊れてね、もう完全にこの当て縁の縁から外れたんですよね。ところが今見ると一体どこ直したんだと、どこが壊れてたんだっけというぐらいね綺麗に修理できてます。全体を映させていただくとこんな感じです。どうですか？結構手頃な大きさで水切りなんかに使ってもいいし、ちょっとしたおつまみだとか天ぷらの盛り皿なんかにも使えるし、いろんな用途がね多目的に使える角猿、大量生産された猿なんですけれども、強度もしっかり作ってますしね、丈夫な作りでご家庭でのご使用に十分対応できる。またですね、5年10年20年30年でですねゆっくりお使いいただけるんじゃないかなというふうに思ってます。いやー、いいですね。こんな綺麗になりますから、お客様のお手元にこれが届いた時にこんなに綺麗になるのすごいねと、竹のね凄さ、竹職人の腕の素晴らしさ、また一つ感じていただけるんじゃないかなというふうに思ってます。ノーバンブノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。